AI が作った異世界転生もの第4話。第4話影の戦い。カイゼル公爵家の屋敷に戻ると、父ガラハド公爵が待っていた。無事で何よりだ、レオン。厳格な表情だったが、その奥にわずかな安堵の色が見えた。俺が誘拐されたと聞き、即座に隠密部隊を動かしたのだろう。誘拐犯について何か分かったの？俺の問いに父は重くうなずいた。表向きはならず者の集団ということになっている。だがあの手際の良さと実力、ただの無法者ではない。俺もそう思っていた。護衛の精鋭たちを瞬く間に蹴散らし、俺をさらった。偶然の犯行ではない。最初から俺を狙っていたのは明らかだった。誰の差し金か、何か手がかりは？父は目を細め、机の上に一枚の用紙紙を置いた。これが敵の隠れ家で回収された書類だ。用紙紙には暗号のような記号が並んでいた。これは、解読は進めているが、何者かが貴族階級に揺さぶりをかけている可能性がある。だが、証拠が足りん。証拠がなければ表立って動くことはできない。そうなれば裏で対処するしかない。つまり暗闘が続くわけか。俺がつぶやくと父は静かにうなずいた。その後、俺の部屋に戻るとエリスが控えていた。レオン様、これより私が常におそばで護衛を務めます。彼女は淡々とした口調でそう言った。よろしく頼むと言いたいのだけれど、どうして君が？俺の問いにエリスは少しだけ口元を引き締めた。今回の襲撃は偶発的なものではありません。次もあるかもしれません。それを未然に防ぐため、公爵様より直接の命を受けました。つまり、父に直轄の護衛として、俺につけられたということか。君、いくつ？今年で6つです。俺と同じ年齢か。この年ですでに実戦をこなしているとは驚きだ。剣の腕は、未熟ですが、暗殺者相手でも戦ってみせます。子供であっても、それに見合った戦い方がありますので。その言葉に、俺は息を飲んだ。この年で暗殺者と戦うつもりか。俺はつい最近、剣を習い始めたばかり。それに比べ、エリスはすでに戦場に身を投じている。君のような優秀な人がどうして俺の護衛に？エリスは少しだけ目を伏せ淡々と答えた。私はカイゼル公爵家に仕える身。この命が尽きるまでその誓いは変わりません。その目には揺るぎない忠誠が宿っていた。わかった。僕のこと守ってくれる？俺がそう言うと、エリスは小さくうなずいた。この日から俺の生活は一変した。エリスという護衛が常にそばにいる生活。彼女は今後、俺にとって大きな存在となる。チャンネル登録、高評価お願いします。